大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、前回もその前かな、ちょっと早いんだけどっていう黒松、目切りの動画あれなんですけど、ちょうど今ぐらいからが、葉をちょっとある程度短くするの。今日は、6月の27日ですね。だから6月末っていうことで、このぐらいから始めて、7月10日ぐらいまでに終わらせるというような形にするのが一番葉をちょっと短く管理できるかなというタイミングになります。で、この間切り方なんかはちょっとご説明してるんですけど、今日は、実際にちょっとやろうと思うんですが、2つちょっと準備してます。こっちは黒松です。こっちは赤松です。で、これも去年は7月入ってから切ったのかな、ちょっと寄ってもらうと分かるんだけど、これが去年切って出た分の葉ですね。これは今年の新芽ですけど、今もともと赤松とか、錦松とか、若干早めに切って、ちょっと葉を長めに管理するっていうのが昔からの傾向でしたね。特に錦松なんかはもう幹がゴツゴツしてますから、それに葉が短いとちょっとやっぱバランスがちょっとあれなんで、長めの葉でっていうのが一般的でした、以前はですね。でここ最近はもうやっぱそれでも葉が短くしたいっていうお客さんの要望が非常に多いということもあって、もう黒松とほぼ一緒の時期に芽切りなんかを、うちなんかでもしてるんですけど、これは赤松もやっぱちょっとふわっとした感じでやるっていうのが昔からの作り方なんですけど、これも去年はだから黒松と同じタイミングでやってますから葉は短いです。後で芽を切ったら目立つと思うので分かりやすいとは思うんですけど、だから同じタイミングでちょっと芽切りをやり方をですねちょっとやっていこう。同じです、やり方としてはですね。あんまり気にしてこう何ミリとかいうのはそんなに気にしなくていいんですけど、一般的にはだいたい 1,2 ミリ残して切るっていうの言われますけど、あんまり残しすぎてもですね、その切った切り口のところから出てくるわけじゃないので、元の方から締め出てきますからと、ちょっと残した部分が残ってしまいますのでね、あんまり格好のいいもんじゃないので、なるだけ、短く切ってあげた方がいいとは思うんですが、赤松ですから当然、黒松と同じように切るんですけど、今年出たこれが新芽ですね。これをこうやって切るんですけど、ちょっとここだけパッと切ってしまいましょうか。わかりますかね。新芽をバーッと簡単に全部切ったんですけど、これが去年のだから葉っぱですね。こういう短い状態で管理してたというやつです。去年も流す時に言ったんですけど、だいたい1つの枝で2つぐらいずつ残しとけばちょっとバランスは取れるんですが、ちょっと変な方に向いてる分とかは取ったりとか、極端に勢いのいいやつとかですね、あんまりちょっとこれは残しといても邪魔になるなっていうのは取ってもらってもいいと思うんですけど、ただこの芽数を切ったりするのも言うたらいつでもできるというかですね、あれなんで、ただもう一緒にやっとった方が時短じゃないですけど、また次にお手入れをしなくて済むのでですね、やりながらこいつはいらんなと思ったら取ってもらってもいいとは思うんですけどね。だいたい赤松なんかはちょっとふわっとさせるって言いましたですけど、あんまり芽数が多いとですねガシャガシャっとしてしまうので、若干ちょっと減らしてやった方が見やすいかもしれないですね。
だいぶここはガシャガシャしてますけどね。見えますかね。もう一個減らしちゃいますかね。ちょっとこの辺減らした方がいいかもしれないですね。
こんなとこでしょうか。もうツンとすっきりしてこんな感じですね。と今ぐらいからこう始めていけば葉はある程度こう短く管理ができるかなというふうに思います。で前回のちょっとカエデもみじなんかの時にもちょっと、見てらっしゃる方からご質問等あったんですけど松なんかも同じでですね秋しっかり肥料やってれば当然春の芽立ちは良くなるんですけど春あんまりこうやりすぎるとですね2番目の芽が伸びていくっていうやっぱ傾向もありますので春あんまりですねそんな必要以上にあげることはないと思います。でもみじなんかでも葉刈りをするときに肥料っていうお話をされる方もいらっしゃるみたいですけど秋しっかり効かしてればそれしなくても別にその特別葉刈りをするから芽切りをするから肥料を前もってやっとかなっていうのはですねまた2番目の芽葉出やすくはなるんでしょうけどその代わりやりすぎると葉は長くなるっていう風な傾向にあるということだけは頭に入れとかれた方がいいと思いますけどね。結構ですねうちのお客さんでもいらっしゃいますけど何回説明しても春秋で春どっさりやられるんですね。で秋はあんまりしないんですね。で春ちょぼちょぼ芽が出てで芽切りをすると2番目がえらい伸びがいいと。でやっぱりその肥料効かせすぎですよね。だから必要以上に肥料もですねあんまりあげすぎるとその2番目とかそういった葉にも影響が出るということは十分に考えられますのでね。だからこう松も同じです。秋しっかり肥料を効かしとけば十分葉は春に芽立ちよく出ますのであとはそんなに春はですね花物とかだったら別ですけどね、花が終わった後、よくお礼声って言われるやつがありますからと思います。はい。これちょっと面白い木なんですけどねこっちはこっちでこうなるほど。はい。どちらから見てもいいんですけどこれは瓦屋さんで作ってもらった鉢ということだそうですね。だから非常に強いです。落とせば割れるでしょうけど寒さでそうそうというものではないですね。これです。ただこういう深いやつはですね注意しないとしっかり水かけてあげないとですね中まで水が通るのに時間がかかりますからねよく染み込むようにかけてあげないといけないですね。大場さんコメントです。はい。いつもの大内さんです。はい、ありがとうございます。今朝の動画のコメントです。はい。6月初旬にもみじカエデの全葉刈りをして2番目が出る芽と出ない芽があるのですがこの時の対応を教えてください。対応そのどこの部分を切ってるかっていうのもあるんですけどねもともとその木の持ってる勢いというかそれもありますので中にはやっぱそうやってちょっと出ない芽も出ることもあるかもしれないですけど基本的にはですね葉刈りをする際にこの出てる部分こう切っていくんですけどこうやってですねこれたまに私もちょっと急いでやってる時やってしまうことがあるんですけどこんなやって切ってしまうことがあるんですね。バサッともうこうやって見てて面倒くさいんで一緒にこう2つ3つ合わせてバーッと切ったりする時にこんなやって切ってしまったりすることがあるんですよ。下手するとこれもうちょっとこう深くいってしまうこともあるんだけどこんなんだったらもう芽出ませんのでこうやって残しとけばこれは下芽膨らんでくるとこれ自然にポロッと取れますので、だからどこを切ったのかっていうのも一つあります。でもともとその木が持ってる力というか中にはそうやってちょっと出ない芽も出てくる可能性としてはあります。もみじとかはこれ今朝の動画にも言ったかな
もともと枝枯れするのは当たり前って言われるぐらい枝枯れはやっぱするもんです。ただそれが数が多くなったりとか主要の枝が枯れてしまっては何もならないのであれなんですけど、そのために、少量ずつの肥料をっていう話を、以前もしたとは思うんですが、やっぱり枝枯れっていうのはですね、特に細い枝になってくればなるほどやっぱどうしても1本2本出てくる場合もやっぱあります。だから、それを絶対に出ないようにっていうのもまたちょっと難しいんですけどね、その代わりだから胴吹きしやすいんだという話もしてますけど、だいたい切る時にこんなやってバッサバサこうやってやってしまうとですね、下手すると時々さっきみたいな切り方してしまうことがありますので、1本ずつこうやっていかれるのがいいかとは思うんですけど、基本的にはこの作業で芽は出るはずなんですけどね。で切っていって普通に出るとは思うんですけど、これでもそうですけど、この辺からもまた胴吹きしてますしね、こうやって下から出たりもしますので、もみじの場合は結構あっちゃこっちゃから出るのでですね、また作り直そうと思えばできなくはないんですけど、そのためにも、秋の肥料をしっかりやってあげて、で、それかもしくは少量ずつをずっと1ヶ月に1回ぐらい少量ずつをちょろちょろっていうふうにやっていくというやり方にするかですね。これはこれで今ちょっと適当にパッと取ってあれしたやつですけど、ちょっとまた面白いのが作れるかもしれないですよ。はい、あとは中国の方から、共有してくれてありがとう。この方多分いつも見てくださってる方。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。暑いけど今後も撮影続きますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。